皆さんこんにちは。今日はうちの台所をお見せしたいと思います。22年間も使っているので全然おしゃれじゃなくて生活臭い台所なんですけれども、一応一人の日本人としてサンフランシスコでどんなものを使ってどんな生活をしているのかっていうのを参考程度にご覧いただければと思います。それでは今日も最後までよろしくお願いいたします。それではここが台所です。マンションの台所なのでとっても狭いんですけれども、これがシンクなんですけれども、ここのシンクってこういう風にすごい硬いので、こういう風なマットがないとお皿やコップを落とした時に思いっきり粉々に割れるんですよ。で、うちのすごいところは上からいろんなものがぶら下がってるんです。このコップを洗うブラシとか、コップを洗う時、お皿とか洗う時すぐね手が荒れちゃうんで、手袋をねしないとダメなんですよ。ちょっと壁にはいろんな親戚の子たちの写真が貼ってあるんですけれども、で包丁なんかはもう全部こういう風にマグネットで、壁にくっつくようになってます。これもね。反対側はこれ買ったばっかりの電子レンジですね。1ヶ月前に、前の電子レンジが壊れてしまったので、新しい電子レンジを買いました。でオーブントースターはもう古いので、ね、結構汚れています。でその横にあるのは、これがジューサーですね。グリーンジュース、お野菜のジュースを毎日作るので、そのグリーンジュースを作る機械がこれですね、ジューサー。いつもはジューサーをこんな風に設定して、でこっちに、パルプが出てくるところですね。パルプっていうのは繊維質ですね。繊維質が出てくる穴がこれで、ジュースが出てくるのがこの穴なので、いつもこのカップを置いてジュースを作るということですね。でジュースを作るきっかけになったのが、この胸の痛みが10年ぐらい前にずっと続いたことがあって、お医者さんとかいろいろ見てもらったんですけれども、どんな風に精密検査しても見つからなくって、でがんかもしれないとかいうことで、お医者さんには言われなかったんですけれども、自分がそう思って、でガーソン研究所っていうところがサンディエゴにあるんですけれども、そこでは生のジュースとか野菜とか、そういうビーガンな生活をさせてがんを治療するっていうところがあるんですけれども、そのガーソン研究所のジュースを見習って自分で作って飲んでたんですけれども、そのおかげでなぜかその謎の痛みは消えてしまいまして、それ以来ずっとジュースを続けて飲んでいるということになります。でこれは湯沸かし器ということですね。で湯沸かし器の横にはどこのブランドかよくわかんない安い炊飯器があります。でここには、いつもサラダに入れている有機すりごま、それから、織田さん家の、チラン茶、これ鹿児島で作っている日本のお茶なんですけれども、有機栽培されているので一応健康にいいかなということで、それをいつも買って飲んでるんです。でこれはコストコからこの前買ってきたオーガニックのジンジャールートだから生姜の根っこですね。でここには、いつも、基本的にたくさん料理を作るので、ここにいろんな、フライパンとかお鍋とかがあります。でこの一番端っこにあるのが、まな板なんですけれども、その横にあるのが水道水をろ過して美味しい水を作ってくれるバーキーっていうフィルターのセットですね。上の方に水を入れて重力でそのまま、下から出てくる、ろ過されて出てくるっていう風に、非常に単純な仕掛けなんですけれども、美味しいお水が出てきてくれるので助かってます。それで冷蔵庫の上には夜間と、もう最近使わなくなったんですけれども、あとお茶を入れる、ポットがあって、これがポップコーンを作る機械ですね。で多分みんな見たことない人が多いかと思いますので、後でポップコーンを実際に作ってみますね。
さあ開けるのが恐ろしい冷蔵庫なんですけれども、まず棚に本わさびがあります。その下には、ピエトロのドレッシングですね。ジャパンタウンとかに行ったら売ってあると思うんですけれども、日本人の方とかでこのサラダドレッシングまだ試したことない人はぜひ試してみてください。福岡のピエトロっていうレストランのドレッシングがあまりにも美味しいので、そのレストランがドレッシングを売り始めたんですよね。で、アメリカのジャパンタウンとか日系のスーパーとかでも簡単に買えるようになってます。で、お隣は、醤油、それからカゴメソースのとんかつとウスターソースが向こう側にありますけれども、でこの端っこのお好み焼きのソースは多分ねもう3年ぐらい経ってるからね使えないと思いますで下に行くと、本つゆですね。これはもう煮物とか使う時には絶対必要なので毎回欠かさずにいつも買っておいてます。で、お寿司の酢と、それからやっぱり味ポンでしょうね。サラダのドレッシングに飽きた時なんかはやっぱりこのポン酢でさっぱりいただくということで、あとそれから先ほどの織田さん家のチラン茶でいつもこういう風にお茶を作って冷やして、濃いお茶ですね。日本に行った時に濃いお茶っていうブランドのお茶があってすごい好きになったので、今はもうこっちで自分で濃いお茶を作ってます。さてこっち側なんですけれども、昔はビーガンだったので全然お肉は食べなかったんですけれども、最近はチキンは食べるようになりました。だけれども、生のお肉は絶対うちは買わないので、こういう風にもうチキンのお肉が料理してあるお肉があるんですけれども、それを買ってきて食べてるっていう感じですね。で冷蔵庫のほとんどのものはもうジュースの材料なので、こういう風に、人参とか、あと下の方にあるのがもう全部ジュースの材料ですね。ケールとかコラードグリーンっていうやつとか、あとこれダンデライオンって言ってタンポポですね。タンポポの葉っぱ、毒素をすぐ肝臓から出してくれるので、一応それをジュースにして飲んでますし、あとは普通の、レタス、それから、セロリ、こんなのも、ジュースに入れてます。それからレインボーチャードっていうすごいいっぱい種類使うんですけれども、全部これ有機栽培の農薬を使ってない野菜で、農薬使ってあるとジュースにした時にそのまま体に吸収されてしまうので、ジュースに使う野菜はもう絶対 100% 有機栽培の無農薬の栽培じゃないとダメなんです。でミルクも牛のミルクは飲まないので、アーモンドミルク、こっちもアーモンドミルクですね。アーモンドで作ったミルクだけで、昨日、具だくさんの味噌汁作ったのでこれが味噌汁の残り。それで味噌汁を作ったと同時に昨日は炊き込みご飯も作りましたので、炊き込みご飯の残り物がここにあるということですね。あとこの奥をちょっとお見せしようかと思うんですけれども、朝自分は絶対納豆を食べないとダメなので、このニューヨークの納豆、これも有機栽培の無農薬のやつなんですけれども、これを買ってきてます。だいたい日系のスーパーとかに売ってある納豆って日本から冷凍されてやってくることが多いんですけれども、ニューヨークで作っている納豆なので全然冷凍されなくて非常に美味しいんですよ。ちょっと開けてみましょうか。こういう風に小粒の納豆なんですけれども、非常に風味が良くて毎日楽しんで納豆を食べてます。でこれは、パンを作る時の天然酵母なんですけれども、もうどれぐらいになるのかな、2016年の6月からずっと使ってる天然酵母ですね。でここがレンジの部分ですね。うちはマンションなのでガスが使えなくて全部電気になります。でこっちは普通のオーブンですね。パンを焼いたりするのでこのオーブンがあるので非常に便利です。それからこの下には
お皿とかいろいろ入ってるんですけれども、これ実はいくつかあるんですけれども、一つだけここに置いてて、日本のお弁当箱なんです。でジャパンタウンの倉庫というお店に行くと、金物屋さんなんですけれども、ハードウェアストアですね。でそこに行くと3000円か4000円ぐらいだったかな、これを売ってあったので、お弁当箱をいくつか買ってきて、お弁当パーティーをたまに開くんですけれども、その時に使ってます。で日本食に使うものはだいたいここの真ん中の棚に入れてるんですけれども、なんと靴箱に入れてるんですね。この靴が入ってた箱なんですけれども、山菜五目とか、あととろけるシリーズ、とろけるカレーとか、とろけるブラウンシチューとか、あとさっきの有機すりごま、それから何があるんでしょう、すぐつけ、さらに寿司の子、それからさっき言ってたこれですね、織田さんちの、非常に美味しいお茶なんですけれども、これはいつも飲むので3つぐらいいつも控えてます。から日本人だったら忘れてはいけないのが、じゃーん、キューピーマヨネーズですね。ここにいつも入れてます。それでは今からポップコーン作ります。これを外して、これをコーンを中に入れます。で蓋をして、これはオイルとかバターとか全然使わなくて、空気だけ、熱風だけで調理するので、とってもヘルシーです。でここにボウルを置いて、でスイッチを入れます。入れましたよ。ということで、うちの台所はこんな感じです。あんまり参考にならなかったかもしれないんですけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた皆さんお元気で、さようなら。